日立ソリューションズの高田です。本セッションでは、日立ソリューションズにおけるエンタープライズイーサリアム製品、コンセンシスクオーラムの取扱い開始と将来構想について15分ほどお時間いただき、ご説明させていただきます。改めて自己紹介です。高田康と申します。自分で言うのもなんですが、小さい頃からプログラムが大好きで、ソフトウェアで人を喜ばせる仕事に就きたくて、今の会社に入社しました。ものづくりの現場が長く、日立オープンミドルウェアの開発に20年ほど従事した後、3年前から先端技術の開発に携わっています。ブロックチェーンのほか、AI やクラウドネイティブ、そういった技術キーワードカットでチームを分けて活動しており、そのグループのマネージャーです。コードを書く現場からは少し遠ざかっているのが残念ですが、勉強すべきことはいっぱいあるので、楽しみながら仕事をさせていただいています。よろしくお願いします。私が所属する事業部は、開発支援、運用管理、そしてデータ利活用という3つの柱事業をベースにしており、私が所属する柱は開発支援事業です。先端技術を活用した開発の障壁を下げて、お客様のやりたいことを、ビジネスのスピードを上げるお手伝いをすることをミッションにしています。今回ご説明するブロックチェーンに関する取り組みもその一つです。さて、ここからが本題です。なぜ日立が、ファブリック講師だった日立がイーサリアムにという話。私も3年ほど前から日立のブロックチェーン事業に携わっていますが、ファブリックを使っての研究支援、そして基盤開発、POC の対応、そういったものに携わってきた人間で、当初はイーサリアムでということは考えておりませんでした。きっかけは、数社のイーサリアム案件の引き合いです。ファブリック以外の基盤、そういったニーズもあることを認識した上で、どちらにでも対応できるようにすべきではないかと、そういったぼんやりしたものが最初の発端でした。検討を進める中で、イーサリアム固有の強み、例えばトークンエコノミーの実装のしやすさ、ファブリックとの親和性、そして世界中の多くのプレイヤー、開発者の存在という強みが明らかになってきて、ファブリックとイーサリアム、各基盤の強みを生かしつつ、お客様が真に必要とする価値を業務レイヤーとして上位に構築することを可能にするために、コンセンシ社と協業して事業を開始しています。次にコンセンシ社についてです。皆さんご存知の通り、本カンファレンスでも登壇されているイーサリアム業界のビッグネームです。かのジョセフ・ルービンが2014年に設立したブロックチェーン企業で、イーサリアムのプロトコル開発、オープンソースコミュニティへの貢献、そしてエンタープライズグレードの IT の提供と幅広い活躍をしている企業です。世界各国に拠点を持っており、日本法人もあります。日本法人の代表の方とは、今後の戦略から直近の案件対応に至るまで、さまざまな事柄で議論を頻繁に交わしています。そして今年の春3月末に、ペガシスプラス、今は名称変わりまして、コンセンシスクオーラムサポートというハイパーレジャーベース対応の商用プロダクトの取り扱いを開始しました。国内外から多くの反響をいただき、夏には1社導入が決定、現在も引き続きいろいろな方々からの引き合い、ご相談を受けております。ハイパーレジャーベース対応のコンセンシスクオーラムサポートは、ハイパーレジャープロジェクトに登録されているイーサリアムクライアントベースに、エンタープライズ利用で必要になる追加機能をサポートサービスをつけて商品です。追加機能としましては、ミッションクリティカル用途で必要になるセキュリティを強固にする DB 暗号化、信頼性を確保するためのモニタリング、そして鍵管理等を強化する HSM 連携の3つをご提供しています。そして24時間365日対応のサポートサービスがついています。ベースは OSS ですから、コミュニティ活動で支えられています。問い合わせもできますが、コミュニティは問い合わせ者の都合で合わせてはくれないので、本番業務で使うときは不安だ。社内にも技術者を用意しなければいけない。技術習得、追従にもコストがかかる。そういった悩みがある方も多いかと思います。
コンセンシスクオラムサポートでは、ベースを開発しているコンセン社の直接サポートが受けられます。SLO、サービスレベル目標という考え方で、重要度に応じたサポート対応の方針が定められており、最重要インシデントは、世界各国拠点のチームの連携で24時間体制でサポートが受けられます。本番利用の安心はもちろんのこと、開発時の運用、不明点の問い合わせなどにも使えるので、開発効率の向上も見込めます。事例の一つを持ってきました。2019年、これはフランスの不動産ファンド会社マタキャピタルの事例になりますが、紙ベースの煩雑な事務手続き、最低投資金額を下げられない問題、そして法規制への準拠、そういった問題を解決したコンセンシスクオーラムの本番事例となっています。コンセンシスクオーラムサポートの前身、ペガシスプラスは2019年秋ぐらいにリリースされた新商品ですが、そのコアとなっているハイパーレッジャーベース、これはハイパーレッジャープロジェクトの登録前はパンセオンと呼ばれていましたが、本番稼働に対して対応できる確かな実績があるものです。私たちはコンセンシスクオーラムサポートのご提供と合わせて導入をご支援する独自のソリューションを提供しています。本スライドでは一例として2つのサービスを説明します。上段はお客様が開発・評価に専念するために必要なお手伝いです。開発検証環境の構築支援、お客様のご要望と私たちが持っているベストプラクティスをもとに環境構築を行います。サンプルプログラムのご提供、プログラムの骨子的なところまでを作り、あとはここを肉付けすると作れますよといったナビゲートをさせていただきます。そして評価期間中のコンセンシス問い合わせ代行、プロジェクト進行中に発生するさまざまな課題について、コンセンシス社に問い合わせをするべきものなのかの切り分けや問い合わせ代行を行います。これらにより、お客様は機能開発と検証に注力できるようになります。下段はアジャイル開発チーム育成のお手伝いです。ブロックチェーン開発で開発や運用をアジャイルスタイルでやってみたい、そういったニーズがある方に長年実績があり好評なアジャイル開発ソリューションをご紹介しています。私もよく知るコンサルタントがお客様がやりたいことをヒアリングし、コーチングし、そしてチームを作り上げるお手伝いをする。成果物はチームである。そういったユニークな切り口を持つソリューションです。ご興味ある方は、ぜひ資料リンク、ないしはまた私までお問い合わせください。ここからは今後の構想です。まず1つ目の構想は、日立技術とコンセンシ社の技術との融合で、より容易なブロックチェーン導入を推し進めていくというものです。現在、コンセンシスクオーラムという基盤製品を取り扱っていますが、魅力的なプロダクトやサービスがまだまだあり、それらを組み合わせてお客様の容易なブロックチェーン導入を支援していきます。容易なブロックチェーン導入って何だろうと、そういったところで具体的な方針として、これまでお客様にいろいろニーズをお聞きしたことから、今後推進していくことの事柄を以下の枠組みに落とし込んでいます。迅速なデリバリーの実現、ブロックチェーンノード運用の省力化、そしてエンタープライズ開発環境の提供、その3つです。まずは迅速なデリバリーの実現についてです。大規模なブロックチェーンシステムを構築するとき、毎回スクラッチに近い形で作るのは効率的ではありません。コンセンシス社のブロックチェーンアプリケーションスイートであるコンセンシスコーディファイは、共通的な機能がミドルウェアとして提供されるとともに、用途別の業種向けテンプレートをベストプラクティスとしてご用意しています。これらのアプリケーションを組み合わせて適用することで、短い開発期間で高い信頼性を持ったブロックチェーンシステムを作り上げることができるため、取扱製品の拡充を検討しています。次に、ブロックチェーンノード運用の省力化です。ブロックチェーンってどう運用するの？それができる技術者は、ランニングコストは、新しい技術でこなれていないので、そういった不安の声をよく聞きます。現実的な実運用シナリオを策定するとともに、その支援機能の提供が必要であると考えています。
テストから本番環境までカバーするバースのカレードや、日立独自技術、例えば鍵管理ソリューションである PBI の認証などを組み合わせた運用管理支援機能を検討しています。そして、エンタープライズ開発環境の提供です。イーサリアムは開発者が多く、開発ツールも豊富です。技術者が慣れたツールを使いながら、チームで開発する際の方法論とインフラをプラスアルファでご提供して、システム開発の生産性を最大化したいと考えています。私たちが得意とするモダンアプリケーション開発、アジャイル開発の知見をもとに、トラフルチームズや MISX といった優れたツールも組み合わせて、トータルソリューションを提供していきたいと考えています。2つ目の構想は、新たな価値の創生です。日立グループの各社が持つ事業ポートフォリオ、さまざまなソリューションとブロックチェーン技術を掛け合わせて、新たな価値を創生していきたいと考えています。まずは、日立ソリューションズの重点7事業と、コンセンサのソリューションを組み合わせて推進してまいります。現在すでに2つのプロジェクトが発足しており、製造業とエンターテインメントの領域でトークンエコノミーを実現するユースケース創出から活動しています。アイデアはすでに出ていて、これから具体的にお客様と一緒に POC に落とし込んでいく段階に来ていますので、この成果についてはまた別の機会にお話しできればと思っています。そして最後の構想は、新たなマーケットの創生です。コンセンシスクオラムのコアであるハイパーレジャーベースは、パブリックでもプライベートでも両方で使えるハイブリッド製品です。今はパブリックはパブリック、プライベートはプライベートといった形で、それぞれ別々に構築されていますが、近い将来、これらは連携し、融合していく世界が来ると考えています。例えば、秘匿性の高いトランザクション、普段の運用はコンソーシアムで、公共性が必要なアセットの発行などはパブリックで、そういった連携が考えられます。その時、両方で使えるイーサリアム技術、これを活用して、パブリックですでに活躍されている、さまざまなサービスを展開されている異業種、異分野のプレイヤーの方々とともに、一緒に新たなマーケットを切り開いていけたらと思っています。以上で私のセッションは終わりになります。ご覧いただきありがとうございました。